お分かりいただけますかね。実はこの銀上がった手が非常にもう大きなポイントというのはそれですね。これ王手飛車取りでして、お分かりいただけただろうか。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。今回はね、相手の方が、後手番ながらね、序盤からちょっと積極的に動いてきましてね、少し乱戦模様になりかけたんですけれども、私の方がね、比較的穏やかに対応したことでね、結果的には、四間飛車対飛車穴熊というね、対抗形に進んでいきました。どういったところが勝敗を分けたのか、あるいはこういったところがね、ポイントだよといったあたりを丁寧に、大盤を使って解説していきます。はい、ではね、早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局、私の先手番で7六歩ですね。7六歩、3四歩、2六歩、4四歩、4八銀、3二銀、5六歩、4三銀と、5八金右と。ここまではね、私の方は居飛車を明示しまして、相手の方、後手の方がね、まだこう、3二金と上がれば雁木、飛車を振ればもちろん振り飛車、なんでもありの形なんですけれども、ここで5四銀とね、出たのが、少しこう注文をつけたというかね、場合によってはこう速攻仕掛けようという手でね、狙いとしましてはね、例えば先手が6八玉の予定だったら6五銀とね、出てね、この歩を取ってしまおうってことですよね。こうなればどちらかの歩は取られてしまうような感じになりますね。実戦は5四銀に対して、一回ね、2五歩と突きましてね、6五銀なら2四歩でね、私は飛車を使っていくという狙いです。で、3三角と、後手が受けた手に対して6六歩とね、これ穏やかな対応ですね。これをついとけば、銀は出られないということですね。これでね、飛車を回ってこられるかなと思ったんですけれども、さらにここでね、6四歩と。非常に積極的な手ですね。実戦6七金に対して、6二飛車とね、右四間飛車のような手なんですけれどもね、本来この銀がね、こちらの銀が出てくことが多いのでね、ちょっとバランスがそういった意味で悪いところもあると感じですね。で、実際は5七銀とね、攻めてこられそうな場所に、金を手厚く配備するというのが、受けのコツですね。攻めてこられそうなところに、王様を動かすより先に金を動かしておいた方がいいですね。これ例えば仮の話なんですけどね、王様だけこう動いてしまうとね、例えばこういうような感じになると非常に危ないですね。金銀より先に王様が動いちゃうと危ないので、攻めてこられそうな場所にね、ちょっとこう王様を先に動かしたくなるんですけど、攻めてこられそうな場所を先に金銀で押さえておくっていうのが受けの一つのコツとなります。で5七銀、6五歩とね、仕掛けてきた手に対して同歩とね、普通に取りまして、同銀に6六歩とね、もうちょっと強くね、私の反発もあるんですけど、非常に丁寧に、シンプルな受けですね。数が足らないので、これ以上出てこれないので、5四銀と引かしたと。そうしてからね、王様上がれば、金銀がね、こう、ヘルメットのような形になってますからね、これ以上は攻めてこられません。で、6八玉に対して4五歩。そして7八玉とね。こう飛車角銀がね、効いてますけど、ここも角金銀なんでね、3枚対3枚なのでね、6五歩と合わせていっても数がね、後手は足らないということで、これさすがに攻めきれないですね。で、ここで後手は4二飛車と回ってね、振り飛車の形に組み直しましたね。で、ここでね、私の方もね、こう自分の方が王様が超えてますので、もうちょっとこう、なんていうんですか、積極的に動くような手もあったとは思うんですよね。例えば、3六歩とついて3八飛車とやってね、角の頭をすぐ狙っていくとか、あったと思うんですけどね、実戦は穏やかに7七角からね、駒組みを進めていきました。これも別に普通の手ですね。で、9四歩。これ受けないともあったんですけどね、9六と私は今回受けました。で、6二玉に7八玉、8八玉。7二玉に9八香とね、こう進んでしまえばね、最初こう歩は切られましたけれども、穴熊に組めそうなのでね、先手にとっても不満がないかなと思います。8二玉に9九玉ときまして、後手もね、9二香から穴熊というのも一案あったと思うんですけどね、実際は7二銀と、美濃囲いですね。で、8八銀。5二金開いと、ここまで来ると序盤がちょっとね、スタートがちょっと変わったね、5四銀早かったですけど、ここまで来れば居飛車穴熊対四間飛車の形になりましたね。はい。で、3六と私は突きまして、6三金。そして 1六歩。7四歩。
で7九角と。で、後手7三桂。そうなんですよね、このね、実は1六とついて5局と引いたのは、実は1五角を狙ってますので、後手のも1四歩とね、突いておけば、本局もこの後出てくるんですけど、1四歩と突いておきさえすればね、1五角とぶつける手がないので、全く違ったね、展開になったかなと思います。王手してもね、一回気持ちよくても7三桂で。手がないんでね、本局は7三桂とちょっと突っ張った手ですね。これに対してね、1五角もすぐ出る手もあったと思うんですけどね、出て、同角、同歩でね、角がいなくなれば次2四歩という先手から狙いなんですけどね、ただ後手から6四角と、本局も出てくるんですけど、打つような感じの時にね、高めの結構それなりにしっかりしてるんでね、これも先手はあったと思うんですけどね、後手もね、振り飛車側としてもこの手なんで、一応ついた方が無難だとは思うんですけどね、実際はこう3七角と出ました。そして8四歩。7九金、ここはねずっと金寄らなかったのも一つポイントというかね作戦でして、こう7八にあえて上がる手もあるんですよね。7八に上がって、6八銀からこう7九金右とね、これ松尾流穴馬という形なんですけど、この形を狙う手もあるところですね。実戦は7九金と寄って指しました。さあそうですね、ここまで進んでね、ここまではなんというか穏やかに進んだんですけどね、一応ここまで1四歩とついておけば、一局の将棋です。いい勝負としか言いようがないですね。これで、通常形的ですけどね、ここに歩がいることが多いんですけど、この歩がこう手持ちになってるのがいいのか悪いのか微妙なところでね、角がこう、睨んでますからね、この歩がいた方が守備として硬いという考え方もあるし、この歩をどっか攻めに使えるような感じなのかもしれないし、これはいい勝負だったと思うんですよね。実戦は8三銀とねこう上がったので、この手がちょっとこう局面を大きく動かすというかね、これに対してもね私の方が例えば6八銀とか引くとか、あるいは7八飛車と回るの一つなんでね、7八飛車7二金に7五歩と、これもねでここで一歩持つというのも一局の将棋でしたね。この方が穏やかだったかもしれないですけどね、実戦はねちょっとこう8三銀にね、反応してというかね、こう一瞬こう玉形が悪いのでね、1五角とこう出る手をねここで決行したんですよね。先ほどの高美濃の形に比べて後手の形が不安定だろうという狙いですね。これはしょうがないですね。後手も同角と取りまして同歩と。でね、もうこう次2四歩と攻めてこられる手をね、後手は受けるとしたら3三角ならね、これ角にここに打っちゃうのはちょっとつまんないですよね。先手だけこう持たれちゃいますし、2二飛車というのもね実は危ない受け方で、2四歩と突く手がこれありましてね、同歩に何でもなさそうなんですけどね、ここでね3一角と打つ手が実はあるんですね。これね次の一手で出てきそうな手なんですけれども、これね角打たれて飛車寄ればすぐこう角が取れるんですけど、こうしておいて2四飛車というのはこれ鮮やかな技でね、角を取られるんですが、2二飛車成となりますと、これお分かりいただけますかね。実はこの銀上がった手が非常にもう大きなポイントというのはそれですね。これ王手飛車取りでして、これ仮に銀上がってなかったらね飛車逃げ回られて、いくら飛車になってもね角1枚損しちゃうと、これはちょっと先手がね無理攻めなんですけど、本局の場合これでしたらね、もう王手飛車取りでもうこれが決まると相当気持ちいいですよね。ですのでね、3一角と打った時に3二飛車は2四飛車があるので、2三飛車と受けばね飛車は走れないんですけど、それで4二角成となってて、これは先手がはっきり優勢でしょうね。次に3二馬と飛車を狙う手がありますし、それを塞いでね1二飛車なら3一馬ともう一回入ればね、飛車が横に逃げれば2四飛車なのでね、これは先手の理想像ですよね。ですのでね、こうやって上がった瞬間っていうのは危ないんですが、相手の方もねやはり非常に有段者の方でしっかりしてますからね、これ飛車回るのではなくて6四角とね反撃してきました。この方が先手としては嫌ですよね。2二飛車と受け身になってもらった方がなんていうんですかね、穴熊硬いんでねいいんですけど、6四角2六飛車に9五歩とね、これ1九角成で香車取ることもできるんですけど、1九角成には2四歩の狙いでした。で同歩同飛車と走ってね、桂取りで2二歩と受ければ3一角と打ってね、これも香車は先に損してますけどね、2二角成から、飛車が先が破れるんでね、これも居飛車ペースでしょうね。ですのでね、相手の方はここで1九角成と香車を取る手もねもちろん大きな手なんですけど、それ以上にね
厳しくということで8攻めが来ましたね。9五歩同歩8五桂と。ただこれはちょっとなるほど先手からすると嫌な手でしたね。陣形相変わらずバラバラなんですけど、端にやはりこう角桂香でね、あとこの角安定してるんですよね。この銀がいなければこういつでもね追えるんですけど、ここの角の位置でね端に睨んでますのでね、先手も気持ち悪いとこですね。というわけで実際5五歩と突きました。これはね同銀なら今言ったように6五歩と突けば、こうなるとねかなり安心しますね。端が緩和されますんでね。ただもちろん5五の瞬間、これ銀取りではあるんですけど王手ではないのでね、後手の方は9七歩と、打っていきました。これ先手もかなり怖いとこですね。これね同桂もあったんですよね。実際は同香と取ったんですけどね、難しいのはですね同桂もあったと思います。同香と取りました。で同桂成で同銀。さあここですよね。ここからちょっとどうでしたかね。手順として、後手の方が微妙だと、5五銀と取るとあるいはねもう角を切っちゃうともあったと思うんですね。ここでバサッと9七角成と取って同桂に5五銀。これね、一回先手に手番を渡すんですけど、次後手の番が来ると9六歩という手が非常に嫌な手なんですよね。なのでこれは後手もねこの手はあったと思うんですよね。もちろんここで一回先手の番なんでね、ただ9六歩を防ぐ手自体は先手はあまりね指す手が難しいので、この方が良かったかもしれません。実際は、9七同銀に対して9五香とね走ったんですけど、これちょっと何か錯覚があったかもしれないですね。9七香9六歩で、これでも角を切って同桂で9六香の方が良かったと思いますね。これ同香と取ったんですけど、同銀と取ってね、これ守備の銀がこうで釣り出されたんですけど、角で切られなくなったのがちょっと大きいんですよね。でこれで実戦5五歩と取ったんですけど、ここはね少し、先手が得をしましたね。守備の端の脅威がね少し収まったのでね。で実際9五桂と反撃しました。そして、8九四銀に対して2四歩とね、この2四歩はちょっと勇気のいるところなんですけどね。ただ飛車が遊んだままじゃやはり勝てないんでね、頑張って2四歩を急ごですねなんとかしてこれ間に合わせようということですね。でもちろん後手の方同歩と取ってくれればいいんですけどね、これはさすがに9一香と、急所をね反撃してきて、2三歩成9五銀の取り合いはいくらね飛車先破っても玉頭の方が嫌なのでね、9八香と私の方もここは頑張るしかないですね。で9五銀と取って同銀に9七歩と打ちまして、同香に8五桂と、非常に、リズミカルなね厳しい攻めですね。これも次に9七桂成同桂9五香とね根元の桂も香車取ってから銀取られちゃうとね大きな駒差になるということで、9六香がね、ちょっと踏ん張った手でね怖いんですけれども、桂馬をね空振りさせてね、もうちょっと駒があるとここに駒を打たれて非常に危ないんですけど、現状歩2枚しかないんでね、ギリギリの受けですね。で、9五香と取ったんですが同香。どうですかね、ちょっと後手の方の駒が足りない感じもありますね。もう一枚銀とかれば打つ手があるんですけどね、これ打っても残り歩になっちゃうんでね。ということで実際9四歩と一回打って同香に、5八銀とね、横からの攻めを絡めて、攻めていきました。ただだけではちょっと厳しいということでね。で私は6八金引き、5六金もあってこの辺難しいですね。後手の方が良かったかもしれないですけど、金を引きまして、4六歩同歩4七銀成とね、ちょっと大巻きな攻めですけど、何かの拍子に飛車が使えてくるとね、後手としても楽しみが出てきます。ここで私は2三歩成と堂々とねこうなりました。さあいよいよねもう、局面が煮詰まってきて終盤戦っていう感じですね。で後手は9七歩とね、いや怖いですよねこうやってやられるとね、今はないですけど、ここに銀がとりあえず落ちてるんでね、銀では詰まないですけど、もし毎日金取られると金で詰みなんでね。でね、ここが私もね実際指した時一番難しいところなんですけどね、実際3二とと勝負で入りまして、これで結果的に勝着というかね、好判断になりましたかね。実際飛車をね横に逃げたんですけど、怖いのはこの瞬間何かね攻めてこられる手が怖い。具体的に言いますと5七成銀と取って、これに対して飛車を取ると金を取られて、これはちょっと先手もね大変ですね。飛車を取ってしまっても5五に角効いてるんでね、詰みがちょっと
あるかどうか、7二にとってって危ないんですけどね、ちょっとこれは際どい勝負っていう感じですね。ただ5七成銀に、一回同金と取るっていうのがありましてね、取った時に同金と対応しまして、でね、4六飛車というのが実はすごく怖い手なんですけど、同金に、6六角ですとね、7七に香車を受けといて、これ結構際どいんですけど、銀打ちには上がって詰まないで、桂になれば飛車角銀あるので9二飛車から詰みがあります。で、同角と取られてね、さあこれがね、私実践で考えてて一番どうかというところで、これが金取りと9八金の詰めろ、先手玉が非常に受けにくいんですが、これだけ駒持つんでね、これ9二飛車と打って、この場合は詰みがありましたかね。7三玉ですと9一角と打つのがぴったりでね、上に逃げれなくて寄って香内で詰みで、9二飛車に7一玉がね、角が効いてて、先手としては気になるんですけど、7二銀と打ちましてね、同金と取らせて2一飛車ないとね、この飛車がドボンとなりまして、で後手も6一歩と受けるしかないんですけど、この時にここで取った桂馬を8三に打つ手がぴったりな手で、どうもこれがね詰みでしたね。玉が上がれば角を打って10回って詰みですね。で、同金も7二銀と打てば王様上がってね、竜でも詰みですし、5一角とでも同じ形ということで、ね、これがぴったり詰みだったんで、実戦ではね、ちょっとこの手順が、しっかり読み切れてたわけじゃないんで、ちょっと先手としては怖かったんですけども、後手としてもね、この手順が効かなかったのが、本局ちょっと、厳しいところでしたね。結果的にこの端のね香車が、先手の香車が残っていることがとても大きくてね、最後の最後に詰む手順が、発生するということでね、実戦はね、この3二とに対して、飛車をね逃げたんですね。結局飛車取られちゃうと負けということで逃げたんですが、これがね2一飛車成となって、これがまた金取りなんでね、局面がねはっきりしましたね。6二金引きと引いたんですが、9一角と打って、私の方はね5七成銀と取られても、同金でもいいですしね、余裕がまだあるんですよね。で角が王手でこれ下引きますとね、8三桂と打っていけば、これも手順の寄りですね。最後に角を取ればね、先手陣どんどん安全になりますので、実戦は8三玉と逃げたんですが、6一竜と切るのが、最後の決め手ですね。で角を取れば同竜でよしと。で実戦は、9口にね同金と取ったんですが、9三金と、最後はね、一手詰めのところまで行って投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋大勢指しました対局の解説編をお届けいたしました。相手の方のね、ちょっと序盤の速攻含みの手順に対してね、私の手厚く対応しまして、結果的に局面が落ち着いてということで、居飛車穴熊対振り飛車のね、将棋と進みました。相手の方のね、端攻めが非常に先手からすると非常に嫌なところの端攻めでね、結構私の方がね1五角と動いた手がどうだったかというのはね微妙なところだったとは思うんですけれども、その後ねうまく端攻めをいなした後はね反撃を決めて勝ったという内容でした。皆様のね対局のね参考になればなと思っております。